こんばんは、 JPUG です。2025年末、双葉のハイエンド送信機である T10PX の後継機の T10PX-R が発売されました。すでに T10PX のリミテッドエディションを保有していましたので、購入するかどうか迷いましたが、結局物欲に負けてしまい購入してしまいました。 T10PX-R 標準のままでも操作に支障はありませんが、もっと操作しやすくなるようにいくつかオプションパーツを組み込みます。今回組み込むのは T10PX 用 3D カーボンハンドル、 T10PX 用 APA アダプター L サイズ、 T10PX 用 APA アングルホイール角度10度、 T10PX 専用 LCD 画面保護シート、広成功製 T10PX 用ライトウェイトスクリューセットライトブルー。まずは 3D カーボンハンドルを取り付けますが、ハンドルの固定には RC926 社製のチタンビスとスクエア社製のアルミ M3 サラワッシャー外径 7mm ライトブルーを使用しました。 3D カーボンハンドル装着前の状態です。各部のパーツの交換取り付け時についでに各部のスクリューをライトウェイトスクリューに交換していきます。 3D カーボンハンドル装着後の状態です。 3D カーボンハンドルを装着するとなんとなくクールさが増した気がします。続いて APA アダプタ L サイズを取り付けます。 APA アダプターを取り付けるためにステアリングホイールなどを一度外します。ステアリングユニットからホイールユニットを外します。外し方は T10PX-R の説明書をご確認ください。オプションの APA アダプタと APA アングルを付属しているネジで固定します。その際アングルを任意に調整できますので、好みのアングルに調整します。シルバーのネジが4本付属していますので、4箇所をネジで固定します。 APA アダプターとホイールユニットをネジで固定します。私の場合スクリューはライトウェイトライトブルーに交換しています。外した時とは逆の手順で APA アダプターをステアリングユニットに取り付けます。そしてステアリングユニットを送信機本体に取り付けます。この時 APA アダプタの取り付け角度も調整できますので、好みの角度に合わせてからネジ止めします。ステアリングホイールを元通りに取り付けます。他の箇所にもライトウェイトスクリューに交換できる箇所がありますので、全て交換します。最後に LCD 液晶保護シールを貼り付けて完了です。最後に完成した状態を一望して終わりたいと思います。冒頭にも述べましたが、標準状態でも十分に使いやすい形状です。さらなる操作性の向上やオリジナリティ感を出したい場合にカスタマイズできるのはとても嬉しいですね。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。